こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円ほどでゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は、持つほど働く。僕が買わないと決めたら、人生まで楽になった10のものというテーマでお話ししていきます。突然ですが、15万円のスマートフォンを買うとします。15万円。高いですが、最新のスマートフォンならそれくらいすることもあります。でも僕はこの15万円という値札をそのまま見ないようにしています。一度労働時間に変換します。今回の動画ではわかりやすく手取り時給1500円で考えます。1日8時間働くとすれば、1日の手取りは1万2000円です。すると15万円のスマートフォンは100時間。1日8時間なら 12.5 日分の労働になります。つまり僕に見えている値札は15万円ではありません。あなたの人生 12.5 日分です。と書いてあります。この見方をするようになってから、僕は買い物に対する感覚がかなり変わりました。10万円なら約67時間、約8日分の労働です。30万円なら200時間、25日分です。60万円なら400時間、50日分です。もちろん、本当に欲しいものなら買っていいと思います。100時間働いてでも欲しいと思えるなら、それだけ自分にとって価値があるものです。でも、なんとなく欲しいくらいのものに自分の人生を100時間渡したいか、こう考えると欲しいものの中から本当に必要なものだけが残っていきます。そして、もっと怖いものがあります。1回だけ買う15万円の商品より、毎月少しずつ生活費を増やしていくものです。月5000円、月1万円、月2万円、一つ一つは小さく見えます。でも、それは毎年、自分の労働時間を少しずつ奪い続けます。僕がミニマリストになって減ったのは、物だけではありません。一番減ったのは、生きるために必要な労働時間なのかもしれません。今回は、僕が買わないと決めた10のものを、すべて何時間働くことになるのかという視点から考えてみます。後半になるほど金額は大きくなります。そして最後は、僕たちが人生で一番高い買い物をしているかもしれないものについてお話しします。一つ目は必要以上の服です。仮に毎月6000円服を買っているとします。月6000円ならそこまで大きな金額には見えません。でも1年なら7万2000円です。手取り時給1500円なら48時間。1日8時間働くとすると6日分の労働です。つまり、毎月なんとなく服を買う生活を続けるということは、毎年6日間、服のためだけに働くということでもあります。もちろん、服が大好きなら全然いいと思います。1年のうち6日働いてでも、おしゃれを楽しみたい。それなら価値のある交換です。でも僕自身は、そこまで服に大きな幸せを感じません。だから制服化しています。僕にとって服を減らすということは、クローゼットをすっきりさせることだけではありません。毎年6日分の労働を別の時間へ戻すことでもあります。たった月6000円でも時間に変えると見え方が変わります。そして次はもっと気づきにくいです。2つ目は使っていないサブスクです。仮に月3000円、動画、音楽、アプリ、クラウド、会員サービスなどを合わせれば、これくらいになっている人もいると思います。月3000円ならまあいいかとなりやすい金額です。でも年間3万6000円。労働時間にすると24時間。1日8時間なら3日分です。1年のうち3日間。朝から夕方まで働いて、その給料を丸ごとほとんど使っていないサブスクへ渡している。そう考えると僕は少しもったいなく感じます。サブスクの怖いところは3000円という金額ではありません。来年も3日働きます。再来年も3日働きます。という契約になっていることです。5年間なら15日です。
契約したことを忘れていても、未来の自分だけは働き続けます。そして、毎年3日ならまだ小さい話です。3つ目は、必要以上に高い車です。僕自身、現在も黒ナンバーの軽自動車を持っています。必要になれば Uber Eats の配達にも使えるので、僕にとっては仕事道具でもあります。だから、車そのものを否定するつもりはありません。考えたいのは、必要な車と欲しいグレードの車の差です。例えば、車両代、保険、税金、燃料、ローンなどを合わせて、必要最低限の車より年間30万円多くかかると仮定します。年間30万円、時給1500円なら200時間、1日8時間なら25日分の労働です。約1ヶ月分の平日です。僕ならここで考えます。この車のグレードを上げるために毎年25日働きたいか。25日です。1回ではありません。来年も25日。来年も25日。5年なら125日。それでも乗りたいくらい車が好きなら、むしろ買った方がいいと思います。でも僕なら、その125日を休む方に魅力を感じます。4つ目は、広すぎる家です。仮に今より少し広い家へ引っ越すことで、家賃が月2万円上がるとします。月2万円で1部屋増えるならいいかも、と思うかもしれません。でも年間では24万円です。労働時間にすると160時間。1日8時間なら20日分です。つまり、一部屋広い家に住むために毎年20日働く。こう考えると、家賃2万円という数字の見え方が変わります。そして家はさらに物を呼び込みます。部屋が広くなる。家具を買う。収納を買う。家電が増える。掃除する場所が増える。すると、家賃以外のコストまで増えていきます。僕は、広い部屋そのものが嫌いなのではありません。その広さを維持するために毎年20日働くことと、その広さから得られる快適さを比較したいだけです。僕にとっては、少し狭い部屋で暮らして、平日の20日間を自由に使える方が魅力的です。5つ目は最新モデルです。例えば15万円の最新スマートフォン。先ほど計算した通り、手取り時給1500円なら100時間。1日8時間で 12.5 日です。もちろん、仕事で使うなら話は変わります。新しいスマートフォンやパソコンによって仕事が早く終わるなら、それは労働時間を減らすための投資になります。でも、昨日まで普通に使えていたスマートフォンを新型が出たからという理由だけで買い替える。そのために12日半働く。僕はここで一度考えます。100時間働いて買ったスマートフォンで SNS を見ながら仕事辞めたいなと思っているなら、少し不思議な構造になっているかもしれません。最新モデルを諦めれば、100時間働かなくてもいい可能性があるからです。ここまで5つです。服で6日、使っていないサブスクで3日、車のグレード差で25日、広い家で20日、最新スマートフォンで12日半。もちろん全部仮の条件です。でも、重要なのは正確に何日かではありません。円を人生の時間へ戻して考えることです。そして後半はさらに面白くなります。なぜなら、ここからは物そのものではなく、感情や生活水準を買う話になるからです。6つ目は、見栄のためのものです。仮に10万円のブランド品を買うとします。10万円なら約67時間。1日8時間なら約 8.3 日分の労働です。僕がその商品を心から好きなら、8日働いて買うのも素敵だと思います。でも、もし買う理由が人からお金を持っていると思われたい、成功しているように見られたいだけならどうでしょうか。他人からすごいですねと思われる数秒のために自分は67時間働く。僕はその交換にはあまり魅力を感じません。僕はお金持ちに見られることより平日の午後に働かずにいられることの方が好きです。つまり、見栄のための10万円を使わないということは、10万円貯金できるだけではありません。自分の人生から約8日分の強制労働を消せる可能性があります。7つ目は、物を保管するためのお金です。収納用品だけなら一度買って終わるかもしれません。でも、
物が多すぎて広い部屋が必要になったり、トランクルームを借りたりすると、保管そのものが固定費になります。仮に収納や保管のために月5000円使っているとします。年間6万円、40時間、1日8時間なら5日分です。使っていないものを置いておくために毎年5日働く。これはかなり不思議です。僕なら収納を増やす前に、このものを持ち続けるために毎年5日働く価値があるか考えます。捨てることで戻ってくるのは部屋のスペースだけではありません。未来の労働時間まで戻ってくる可能性があります。8つ目は、安いから買うものです。セール、ポイント、まとめ買い、Amazon をなんとなく見ていて買うもの。仮に、こうしたなくても困らなかった買い物が月5000円あるとします。年間6万円、40時間、1日8時間なら5日分です。安かったから買ったもののために毎年5日働く。これは節約として考えるより、時間として考えた方が僕には刺さります。5000円を我慢するのではありません。毎月約3時間20分、自分が働かなくてもいい時間を買う。そう考える。僕にとって一番安い買い物は半額で買うことではありません。買わずに自分の時間を残すことです。そして9つ目。ここが今回一番重要なところかもしれません。高すぎる生活水準です。仮に生活費を月5万円上げるとします。家賃を少し上げる。外食を増やす。車を良くする。サブスクを増やす。買い物の単価を上げる。一つ一つは小さくても合計で月5万円上がる。すると年間60万円です。時給1500円なら400時間。1日8時間なら50日です。生活水準を月5万円上げるということは、毎年50日多く働く生活を契約することでもあります。50日、約10週間分の平日です。しかも1回ではありません。来年も50日。来年も50日。5年間なら250日。僕が怖いのは、1回100万円使うことより、毎月5万円必要生活費が増えることです。1回の浪費なら終わります。でも生活水準は下げない限り請求が続きます。だから僕は収入が低いこと以上に必要な収入が高くなりすぎることを怖いと思っています。必要な生活費が月11万円なら11万円を作れば生活できます。それが月16万円になれば毎月さらに5万円必要です。その5万円を作るために僕は毎年400時間50日働かなければいけません。僕が生活費を小さくしたい理由は貯金だけではありません。僕はこの50日が欲しいんです。そして最後です。10個目は、多くの人が買い物だとは思っていないものです。僕が買わなくなったもの。それは他人が決めた普通の人生です。正社員になって、週5日働いて、1日8時間働いて、良い家に住んで、良い車へ乗って、服を買って、最新のスマートフォンを持って、年齢に合わせて生活水準を上げていく。もちろん、それを自分が心から望んでいるなら何の問題もありません。でも、みんなそうしているからという理由だけで選ぶには、普通の人生はかなり高い買い物だと思います。例えば、自分が本当に必要な生活より月10万円高い普通の生活をしていたとします。月10万円、年間120万円、手取り時給1500円なら800時間です。1日8時間なら100日分の労働です。100日です。1年のうち100日を普通に見える生活を維持するためだけに働く。5年間なら500日です。僕はこの数字を見たときに思います。本当に欲しい人生なら500日働いてもいい。でもみんながそうしているという理由だけで自分の人生を500日渡したくはない。だから僕は少しずつ普通から降りることにしました。生活費は月11万円ほど。たくさん服を持たなくてもいい。必要以上に広い家じゃなくてもいい。高い車じゃなくてもいい。最新モデルじゃなくてもいい。成功者っぽく見えなくてもいい。そして、たくさん消費するために、たくさん働かなくてもいい。
ここまで10個紹介してきました。月6000円の服なら年間6日、月3000円のサブスクなら年間3日、車で年間30万円余計に使えば25日、家賃月2万円の差なら20日、15万円のスマートフォンなら12日半、10万円の家なら約8日、収納や保管に月5000円なら5日、なんとなくの買い物が月5000円なら5日、生活水準を月5万円上げれば50日、そして自分に必要のない生活を月10万円分上乗せすれば年間100日。もちろん今回の数字はすべて例です。人によって時給も違います。価値観も違います。住む場所も違います。だからこれは買うなという話ではありません。僕が伝えたいのはただ一つです。値札を円だけで見ないことです。10万円、20万円、月5000円。そう書かれているとお金としてしか見えません。でもその裏側には自分の時間があります。これを買うために何時間働くのか、これを持ち続けるために毎年何日働くのか、そこまで考えた上でそれでも欲しいと思えるなら僕は買えばいいと思います。逆にそこまでして欲しくないなと思ったなら買わないことで未来の自分へ時間を残せます。僕にとって節約とはお金を残すことではありません。未来の自分が働かなくていい時間を残しておくことです。物を減らす、固定費が減る、生活費が減る、必要な収入が減る。すると働かなければいけない時間も減ります。僕がミニマリズムによって取り戻したかったのは広い部屋でも綺麗な収納でもありません。自分の時間です。何かを買おうとしたとき、一度だけ値札の横にもう一つ数字を書いてみてください。それ何時間働く？その答えを見てもまだ欲しいなら、きっと自分にとって価値のある買い物です。でも、もし急に欲しくなくなったなら、その買い物をやめたことで、未来の自分は少しだけ働かなくてよくなります。ということで今回は、持つほど働く。僕が買わないと決めたら、人生まで楽になった10のものというテーマでお話ししました。皆さんも最近買ったものを一つだけ労働時間に換算してみてください。これを買うために何時間働いたんだろうと考えるとかなり面白いと思います。今回の内容が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。